皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の皆さんに向けて自然な日本語をお届けしています。リスニングやシャドーイングの練習にぜひ使ってもらえたら嬉しいです。さて、今日のテーマは花粉症です。花粉症って知っていますか？皆さんの国にも花粉症はありますかね？花粉症っていうのはヘイフィーバーのことなんですけど、花粉によってアレルギーの症状が出る病気のことです。日本では春や秋に花粉が多くなるので、この時期に花粉症の人がとても増えます。特に日本では杉とヒノキの花粉が原因になることが多いです。で、この花粉が空気にたくさん飛ぶと、花粉症の人はくしゃみとか鼻水とか目がかゆくなったりする症状が出ます。私も花粉症なんですが、ちょっと目がかゆいなと感じたり、いつもより鼻水が出るなっていう風に感じることが多くなっています。風邪ではないと思うので、多分花粉症の症状ですね。それで日本では花粉症の人がとても多いんですよ。あるデータによると、日本人の約 40% が花粉症だと言われています。特に都会では空気が汚れているので、花粉症が田舎よりもひどくなることもあります。私の知り合いにも大人になってから花粉症になったっていう人もいますね。花粉症になると本当に辛いのが、仕事に集中できなくなるということです。私も私の家族もみんな花粉症なんですけど、もう花粉がたくさん飛んでいる日は鼻水が止まらなくて頭もぼーっとします。だから仕事どころじゃなくなってしまいます。薬を飲んでも副作用で眠くなってしまうこともあるので、本当に困ります。小さい時は花粉症っていうのはみんなあるものだと思ってたんですね。春になると鼻水が出るっていうのは当たり前のことだって思ってたんですけど、大きくなるにつれて花粉症じゃない人もいることを知って、春に快適に過ごせるのが本当に羨ましいです。春になるとお花見とかピクニックができるじゃないですか。でも私にとっては外に出ることは本当に花粉症に苦しむっていうことなので、せっかくのお花見も心の底から楽しめないので、少し残念だなと思います。私が普段やっている花粉症の対策について今日はちょっと紹介したいと思います。皆さんは興味があるかちょっとわからないんですけど、ぜひボキャブラリーを増やす練習だと思って聞いてください。まず一番大事なのがマスクをつけることです。マスクをすると花粉が鼻とか口に入るのを防ぐことができるので、私も春に外出するときは必ずマスクをつけます。あとは目がかゆい人はメガネをかけると少し花粉が入るのを防ぐことができるみたいです。最近はもう全部目の周りをガードしてくれるような花粉症用のメガネも売られたりしています。2つ目の対策は、家に帰った時に服をはたくことです。目には見えないんですが、外出をしたら服とかが花粉についているらしいんですね。なのでそれを家に入る前にしっかりとはたいて花粉を落とすことが大切です。もし花粉を家に入れてしまったら、家の中でもずっと外にいるのと同じになってしまうので、すごく簡単なことではあるんですが、大事な対策だなと思います。あとは薬を飲むことですね。病院でもらえる強い薬とか、あとは漢方もありますし、薬局で買える弱めの薬もあります。薬を飲んだら花粉症の症状は軽くなるので、毎日欠かせない存在ですね。でもやっぱり薬は安くはないし、毎日飲むものなので結構出費が痛いなと思う時もあります。
あとさっきも言ったんですが、薬を飲むと副作用で眠くなってしまうこともあるので、あんまり飲みたくないなと思いながらも飲まざるを得ないという感じです。花粉症は日本ではとっても一般的な病気です。だからテレビの天気予報とかでも今日の花粉の量を発表しますという感じでアナウンスされます。今日は花粉が多い日なんだなって分かれば、しっかりマスクとかメガネをつけて花粉を防ぐ準備ができますね。皆さんの国にも花粉症ってありますか？実は私はアメリカのアリゾナ州に9ヶ月間留学をしていたんですけど、そこは結構針葉樹林、杉に似たような木がたくさんあると聞いていたので、花粉症を心配していたんですね。でも春になってもあまり花粉症の症状は出なかったので、海外は花粉症になる木、私がアレルギーを持っている木は少ないのかなと思いました。日本だと春は桜が本当に綺麗で大好きなんですけど、花粉症のせいでやっぱりちょっと辛いなっていう感情の方が強くなってしまいます。もしね、花粉症がない場所があればそこに移住したいなとか考えたりしますね。皆さんの国にも花粉症に似たような病気とか、もしくはアレルギーがあれば教えてもらえたら嬉しいです。では今日のエピソードはここまでにしたいと思います。今日も楽しんでもらえたら嬉しいです。もし感想やリクエストがあったらコメントや DM をお待ちしています。私はインスタグラム、YouTube、Spotify などやっています。他の SNS もまだフォローしていなかったらぜひフォローお願いいたします。それからチャンネル登録者数がなんと100人を超えました。本当にありがとうございます。100人の方が私のポッドキャスト、YouTube を聞いてくれているのは本当に幸せなことです。これからも日本語の勉強に役に立つようなコンテンツを作っていくので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。バイバーイ。